皆さんこんにちは、時丸です。今日走っていて思ったことは、壊れるまで使うっていうことです。で、これはミニマリズムの実践において非常に重要なことなんじゃないかなって思いました、改めて。というのもね、私はこのバックパック使ってるんですけど、今。で、新しいモデルがね、デイブレイクっていうね、やつが出たんですよ、また。で、デイブレイクは皆さんご存知の通り、私がこれまで使っていた、長らく使っていた、もう4年ぐらいかな。3、4年使っていたバックパックなんですけど、それのね、22っていうモデルが出たんですよ。17から22リットルになって、で、しかもいろんなとこがちょっとアップデートされて出ていると。結構細かく変わってます。そのサイドポケットとか、ここがメッシュが採用されてたりとか、で、229ドル。で、ここにね、ファスナーもついて、で、上も、このロールトップじゃなくてファスナータイプのモデル。で、後ろに PC スリーブがあったりとか、水を入れられるね、ハイドレーションの口があったりとか、結構ね、いろいろ進化はしてるんですよ。で、ロードキャパシティは変わらずで、重さもね、多分そんなに変わってないかな。550g だったかな。ちょっと今スペック見てみますけど、554g ですね。544g ですね。そんな感じです。だから多分今まで17リットルっていうものから22になっていると。で、つまりそれはその、リッター数は大きくなってるから容量が増えてるように見えるんですけど、以前のデイブレイクっていうのは17リットルなんだけど、その外のポケットの容量はあれ入ってないんですよね。で、外が6リットルぐらいあるんで、23ぐらいになるんで、結局その総量的にはそんなに変わってないかなっていう感じの見方ですね。自分の見た感じは。で、これがね、なぜ買わないかってことにつながるかというと、で、自分は、やっぱ買いたいなってちょっと一瞬思っちゃったんですよね。やっぱ新しい自分が使ってるもののモデルなんかが出ると、買いたいなってちょっと思うじゃないですか。それはいろんな、服とかでもね、機材とかでもそうですけど、その時に考えることは、壊れるまで使うってことなんですよ。だから、僕はこのバックパックをもうね、壊れるまで使おうって思ってるんですよね。そうすることによって、この考え方をいろんなことに適用することによって、まず、その買い物を減らすことができます。そして、今持っているものを長く使うことができるので、捨てなくてよくなるんで、ゴミが出ません。地球環境にも優しいです。そういうところもあって、お金も使わなくてよくなるし、今持っているもので、使える。購入するね、その手間とか、いろいろリサーチする時間とかも省くことができるので、十分だと。で、それは今持ってるものに満足をするっていうことなんですけど、これよくよく考えてみれば多分昔の人たちっていうのは、その昔ってどれくらいかってわかんないですけど、ね、江戸時代とかそういう時かもしれないですけど、多分ね、これまで産業的なプロダクトっていうか、そういうものが、つまりその大量生産のプロダクトが出る前っていうのは、みんなね、もっとものを大事に扱っていたと思うんですよ。で、そして壊れるまで使うっていうのが一つの原則だったんじゃないかなって思うんですよね。だから、ほら、昔の写真とか見てみると、結構服ボロボロの状態で着てたりとか、あるじゃないですか。で、その道具とかもね、修理しながら長く使っていたりとか。で、それと同じで、自分が使っているものを、壊れるまで使っていくっていう意識。それがね、大事なんじゃないかなって、改めて思ったんですよね。で、壊れるまで使うっていうのは、悪い側面も確かにあって、で、それは例えば、それが危険、自分の身を危険にさらすようなもの。例えばもう車ですね。車とかで、超ボロボロのね、もう車検が通るか通らないかわからないようなものにずっと乗り続けるっていうのは、なかなか危険ですよね。で、車壊れるまでって言ったとしても、その壊れるタイミングっていうのが、山道とかで、パンクとかね、いろいろフロント部分が壊れたりとかね、して、それでレッカー車を呼ばなきゃいけないみたいになると、それは大変な時代なんで、そういう道具によっては、なるべく早めの買い替えが推奨されるようなものもあるとは思うんですけど、基本的に自分たちが身の回りで使っているものとかっていうのは、たとえ壊れたとしても、そんなにね、むちゃくちゃ困るものってないはずなんですよ。で、このバックパックもそうだし、で、この自分が使ってるカメラとかもそうですけど、壊れたとしても確かに撮影ができなくなる、止まるっていうのは困るんですけど、そうなったらその時に買いに行けばいいっていうね、そういう感覚なんですよね。
で、今その、流通もね、すごく発達してるし、そのオンラインでもいつでも買えるし、で、到着も早いじゃないですか。だからそういう意味では、物のね、その動きのスピードっていうのはすごく速いので、なんか、新たなものを手に入れるっていうのは簡単なんですよね。でも逆に、その一つのものを長く使う、壊れるまで使うっていうのは難しいってことなんですよ。うん。で、これ皆さんの持ち物で壊れるまで使ったものを今持ってる方とか、壊れたけど修理して今も使ってますって方いますか？で、そういうアイテムって例えば何がありますか？よかったらコメントで教えてほしいんですけど、うん。だから結構ね、それってね、今の時代で難しくなってると思うんですよね。というのも、やっぱりそのマーケティングとか、企業が戦略的に買わせようっていうものばっかりが働いていて、もうこう壊れる前に、もう次の新商品をアプローチしてきますよね。で、なんかそのなんとなく新しい製品が出たら、新しいモデルが出たら、もう買い替えなきゃいけないっていうような意識がすぐ働いてしまうんですよ。で、それで欲しくなるんですよね。で、それを助長させてるのが、私のチャンネルでもあるんですけど、多分ね、こういう私が使っているものを5選とかさ、ミニマリストのベストバイとかよくやるじゃないですか。うん。ああいうのも結局、そういうのを見て欲しくなると。で、自分は、しかも持ってるのに同じものをね、同じ機能のものを持ってるのに、さらに欲しくなるってことはやっぱいろんなところで起きてると思うんですよね。それはもう本当にささやかなインターネットの広告とか SNS 使う中で誰かの投稿を見かけたりとか、で、街中歩いても、サイネージとか、電車とかね、公共の交通機関の広告とか、むちゃくちゃ出てきますよね。で、それでやっぱりその買わなきゃいけない、買えなきゃいけないっていうね、意識が出ていって、で、それによってどんどん買い替えるサイクルで、お金を使ってしまうし、で、なんか道具も結局それで捨ててしまうと。幸いなことに、メルカリとかヤフオクとか、そのセカンダリーのマーケットに流通できるような個人で出せるようなプラットフォームが発達しているので、古くなって処分したとしても、他の誰かに使われれば、それは無駄じゃないっていうことはできると思います。全体的に大きな流れで見れば、だからみんなが、そういうふうに、古いそのセカンドハンドのものを流通できるような現代になっているっていうのは、その全体的に見るとすごい素晴らしいことだと思います。ただそれがね、あまりにもその過剰な人、もうなんかすぐ新しいものが出たら買わなきゃいけない。で、買い替えなきゃいけないってね、人は、なるべくその壊れるまで使うっていうのを意識したらどうかなと思ったんですよね。で、これはもうね、完全に自分自身に言ってることで、僕自身に。で、僕は結構その買い替えが早いタイプだと思うし、これまでも割とその壊れそうになる前とかに、ただ新しいものが出たからっていう理由で、よくね、買い替えるってことをやってました。ただね、最近っていうか、やっぱりエクストリームスタイルに入ってから、結構ね、もうなんか、ある程度その道具の数を絞って、で、今65個。で、正確には今最新のリストは60個になってるんですけど、その60個のものの中、60個のその塊ができた時に、なんかもうこれでいいやっていう風な意識が芽生えてきたんですよね。で、もうこれはなんか壊れるまで使おうって思ってます。で、そういうアイテムが増えてきてます。一つはこのバックパック。これはコンターの35っていうんですけど、なんか、ダイニーマっていうね、素材で、なかなか壊れにくい丈夫なものを選んでるんですよ。だからこれを多分壊れるまで使うっていうのは結構難しいことだと思ってるんですけど、でも本当にもうこれだけしかないんで、もうこれだけで生活も、あとハイキングとか山とか、そういうところとか、あと旅行とかね、そういうのも全てやってるので、なんか意外と、ダメージというか、は早く来るのかなとは思ってるんですけど、ただ道具を使う楽しみも出てくるんですよね、そういう時に。やっぱ同じものをずっと使ってると愛着が湧くし、で、それによって、自分の道具の耐久性とか、自分でずっとテストしてるような感じなんですよ。道具のね、ずっとテスト、試験的なことをやってると。で、それがなんかできると、今度こういう使い方をしましたとか、これくらい持ちましたみたいなものを、皆さんに共有することもできるし、だから結構なんか同じものを使うっていうことは、そういうところがいいなっても思ったりしてます。あとはこのスマートフォンね、やっぱり。スマートフォンのやっぱり買い替えがね、毎年来ると。で、これも僕過去に何度か話してますけど、
うん。で、やっぱその最新のものを、そのデジタル機器だけは使った方がいいとかね、そういう話あるじゃないですか。ただね、最近はそれも、本当にそうなのかなって思うようになってきました。うん。僕もね、どちらかというとそのタイプで、なぜなら完全にその仕事がね、フォトグラファーやってたりとか、写真、ビデオグラファーやってたりとか、だからその、やっぱデジタル機器を使う仕事をずっとやってきたので、そのやっぱりマシンとかね、PC とかスマホとかカメラとか機材に関しては、なるべく最新のものを使っていくっていうね、なんかこう、感覚、職業感覚みたいなものがもう染みついちゃってるんですよね。だからとにかくまあハイエンドのものを買ってで使っていく方が、やっぱりその編集の時間とかが短くなったりとかね、その性能がいいってことはそれだけ自分の時間を削減できるので、パフォーマンス上げられて、そのやっぱ費用対効果がいいものが多いんですよね。うん。で、そういうこともあって、なるべくいいものを入れ替えて使っていくってことをやってたんですけど、ただね、本当に進化してない。最近のスマートフォン全然進化してなくないですか？むしろなんかちょっと大きくなったり重くなったりとか。で、私はこれ15 Pro なんですけど、もうね、なんか十分なんですよ、これで。うん。で、これだけで、まあこれもだから私が壊れるまで使っていこうって思ってるものの一つです。で、基本的に自分はもうローンとか分割では絶対買わないので、もう全部一括で買うんですけど、なのでもうこう買った瞬間に、もうキャッシュは全部アウトしてると。うん。で、支払いも終わってると。で、かかるのは、インターネット、端末代だけ、端末というか通信費だけっていうことになります。うん、そういう感じにしてます。で、スマホもそうでしょう。で、この今使ってるカメラもそうですね。このソニーのカメラ。うん。で、ボディとレンズ、ボディ50万でレンズ25万ぐらいします。ソニーの α7S3 です。で、これもだからその当時の値段で、だからトータル75万ぐらいするんですけど、カメラの機材っていうのは。で、それに今マイクとかいろいろね、つくんですけど、ただまあレンズはセカンドハンドで中古で買ってるから、これ安くなってるけど、でもそれくらいかかってるんですけど、それもね、ボンと買って、で、これももう壊れるまで使おうかなと思ってます。で、多分ね、そろそろそのソニーの新型とか出てくるんですよ。出てくるし、しかもその、同じモデルではなくて他のものでもっとその性能が良くて、で、軽くて、画質も良くて、高感度強くてみたいな、そういうものが出てます。バッテリーの持ちも良くてっていうね。実際出てるんですけど、自分は、もうね、その新しいモデルに飛びつくってことをもうやめたんですよね。もうこのソニーの自分が今使ってるこれだけを壊れるまで使っていくっていう意識で使ってますね。うん。で、そんな感じ。うん。だから、自分がまあ持っている、まあ服もそうですけどね。まあ服も基本的にはもうボロボロになるまで着たいなって思ってるし、まあよほどのことがない限り。ただやっぱりその、ものをちゃんと選ぶことによって、その首周りがいくら選択してもへたらないとか、全然伸びもないみたいな、まあ素材感とかによってね、それがカバーできたりとか、うん、しますし、だから、ちゃんといいものを選べば、長く使えるから、うん、それでその、買い替えのサイクルとかも下げられるし、出費も少なくなるし、ゴミも出ないし、環境にも優しいと。うん、そういう感じで考えてますね。で、もう一つ、考えなきゃいけないのことは、その、なぜ買い替えるかって時に、やっぱり多くの人は、それが古くなる。そして、古いものを使っていることがみすぼらしく思えるっていうね、そういうことってあると思うんですよ。特に服です。うん、服はさ、やっぱりそのヨレヨレの服を着てるのってかっこ悪いじゃないですか、それだけで。うん、で、そのやっぱちゃんとした場に出ていく時とかね、デートをする時とかね、なんかそういう時とかってやっぱそのちゃんとした服を着たいってみんな思いますよね。で、パリッパリの服を着ますよね。ただ、そこで、まあもちろんそういうシチュエーションもあるってことです。そのフォーマルな場所とか、パーティーとか、ちゃんと自分自身が、合わせてね、その TPO に合わせて着なければならないシーンっていうのがあって、で、それはまあ礼儀の一つなので、きちんとしたものを着る必要はあるんですけど、ただ、古くなると、逆にその味が出て、良くなってくるものもあるってことですね。それを僕は結構考えてて、で、そういう方が好きですね。だから昔からその革製品とか、やっぱりずっと好きだったんですよ。あとデニムとかね。うん、デニムもすごい好きで、もう中学校の頃からもうデニムの方向性にこう行っちゃってたんですけど、なんかそういうこうエイジングとか、うん、ヴィンテージとか味が出てくるものが好きで、で、やっぱそういう長く使うっていうことは、てか長く使うことによってしかそういうヴィンテージ感って得られないものだと思うんですよね。もちろんその中古ショップに行けばヴィンテージもの手に入りますけど、自分でその道具を
自分でそのヴィンテージになるまで育てていくっていうのかな、使い込んでいくことによって、その道具のやっぱり熟練度も上がるんですよね。道具に対する理解が深まって、物のその熟練度が上がるので、その例えばこのバックパックだったら、これはこういう時にこうした方がいいとか、そういうこう癖みたいなものが分かってきたりとか、あとパッキングも上手になったりとか、なんかそういうこう使えば使うほど、そのものに対しての熟練度、技術が上がっていくので、ますますね、楽になるんですよ。考える要素が減っていくんですよね。同じものをずっと使っていると、ミニマルになっていくんですよね。仕組みが。うん。その毎回使ってるから同じものに、なんかその、ルールとかね、自分のそのものに対する扱い方みたいなものがシンプルになってくるので、どんどん。だからそういう意味で熟練度が上がるってことがいいっていうことと、あとはそのエイジングの観点で言えば、古いものがかっこよく見えるってこともあるってこと。昔、私のこのチャンネルでも、カメラマンの車紹介してるんですけど、ペーターさんっていうね、カメラマンいるんですけど、その方はその三菱だったよね、あれね、のジープ、古いジープに乗ってるんですけど、ボロッボロの。で、それがむちゃくちゃ味出ててかっこいいんですよ。で、これはそのチャンネル、てか動画を出して気づいたのが、そのやっぱマニアの方にとっても、マニアの方から見ても、かっこいいって、なんかそういうこうコメント結構いただいてて。だからその、車を知らない人から見たら、もちろんそのボロッボロだけど、その味が出てて、エイジングされてて、なんかその人のその生き様とか、そういうものが道具に出てるっていうものを見たときに、なんか人間だなって思うし、かっこいいなって思うんですよね。だからなんかそういうこう道具を使い込んでる人たちっていうのはかっこいいし、その服とかもそうですけど、着こなしている人とか、自分の服に馴染んで、それが味が出てる人っていうのは、ものすごくよく見えるし、なんかそのスタイルがあるように見えるっていうことなんですよね。だから必ずしも新しくて新品でパリッパリのものが美しいっていう価値観、そういうものは、絶対ではないってことですね。まあそのファッションの文脈で言うと結構いろいろ思い出すことはありますけど、ちょっと長くなっちゃうんですけど、最後に一つだけ言うと、伊賀大輔さんね、スタイリストの私大好きな伊賀大輔さんなんかは、本当にその映画で使う衣装とかを、本当に古着屋とかで買ってくるっていうか、ちゃんとその見つけてくるんですよね。その新品を使わないんですよ。あの方のスタイリングっていうのは。なんかそこがやっぱりその映画にものすごいリアリティをもたらすんですよね。で、必ずその街にいるような、その街で着ているような人たちの服装を作るときに絶対その街まで行って、その街のユーズドショップとかで服を仕入れたりして、で、ちゃんとその着古しているものを着させて、で、時にはその俳優さんとかタレントさんにしばらく着させて馴染ませてね、映画の撮影以外の日常で着させて、馴染ませて、で、それを実際撮影の中で使うっていう手法をやってたりします。だからそういう、むちゃくちゃ、そこはそのクリエイティブの伊賀さん特有の、努力というか、天性というか、そういうところがあるにはあるんですけど、つまりその、パリッパリの服を着せないってこと。そこが、そのキャラクターを作ることになるし、かっこよさがにじみ出る秘訣になってるってことなんですよね。そういうことが面白いなって思います。ということで、今日の動画はちょっと変な方向に行っちゃいましたけど、壊れるまで使うっていう話をしてきました。私もこれからね、壊れるまでいろいろ使っていきたいと思っています。このチャンネルでは少ないもので暮らしながら、より作っていく、創作やクリエイティブに関するアイデアを発信しています。よかったらチャンネル登録して、また次もこのホワイトボックスに遊びに来てください。ほぼ毎日執筆をしていて、自分のジャーナルとかアイデアはコアメンバーシップの方で発信してますので、そちらもぜひチェックしてみてください。そして毎週土曜日はですね、週に1回ニュースレター、ミニマリズムに関することとか、最近の近況報告とか、長文記事のサマリーをお送りしてますので、そちらは無料で登録できますので、ぜひ概要欄からチェックして登録してみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。チャウチャウ。